こんにちは、コンテンポラリーアーティストの金井総一郎です。今回は森美術館でやっていたカウズ東京ファーストに行って学んだことについてちょっと話していきたいなというふうに思います。で、僕がやっぱりすごいなっていうふうに感じたのはカウズのやっぱり引用力、作品のそのシンプソンであったりとか、ミッキーであったりだとか、歴代のアーティストっていうものの作品を引用して自分の形に落とすっていう力であったり、森美術館の照明の焚き方であったりだとか、参加型の展示会にするっていうところであったり、その森美術館の展示の仕方みたいなところが僕はすごいなっていうふうに思ったので、それをちょっと具体的に何がカウズの引用力ですごかったのかっていうところと、森美術館の展示の仕方がなぜこんなにすごいのかっていうことについて、ちょっと話していきたいなというふうに思います。はい、ということでちょっとカウズについて話していきたいなというふうに思います。カウズのこのすごいなっていうふうに思った点として、やっぱり自分のオリジナル性みたいなところがすごくたくさんあって、現代アートの中でシミュレーションっていうものを行おうとすると、どうしても2番煎じになったり、元々の作品と近くなりすぎちゃったりとかして、どうにもならないというか、2番煎じになっちゃうっていう感じがするんですけど、今の自分の生きてる時代っていうものをしっかり混ぜるってことが僕の中で大事だなっていうふうに感じました。はい。ちょっと前置き長くなっちゃったんですけど、ちょっと見ていきましょう。カウズのこの作品はですね、ミケランジェロのピエタっていう彫刻の作品から着想を得たっていうふうに言われていて、これが聖母マリアさんで、これがイエス・キリストですね。で、聖母マリアさんがこの死んでしまったイエス・キリストをこういうふうに優しく抱いているっていう作品ですね。ここからカウズはインスパイアを受けて、こういう風にコンパニオンと BFF っていう自分のキャラクター、これはセサミストリートのキャラクターから来てて、これはミッキーから来てるんですけど、そういう風なところとかっていうのがサンプリングとしてうまいんですけど、これをそのまま聖母マリアから出したりとかするんじゃなくて、自分のキャラクターに置き換えて、ポーズだけそういう風に文脈を拾うみたいなやり方とかっていうのが、なんかうまいなっていう風に思いました。あと、昔カウズはディズニーのところでデザインの担当をやったりとか、101匹ワンちゃんのデザインとかをしてたので、どこら辺までが著作権がアウトで、ここら辺は著作権がかからないみたいなところを結構分かってるみたいで、著作権にあんまりかかんないっていう風に言われています。あとはダミアン・ハーストのこの人体模型の作品っていうところからカウズはこういう風に人体模型で半分が骸骨になってるみたいな作品作ったりとかしてて、これもなんかダミアン・ハーストからのインスパイアを受けてるのが感じられていいなっていう風に思ったりしています。っていう感じで、カウズってすっごいいろんなところから、もちろんコンパニオンとかっていうところがミッキーであったりとか、シンプソンっていうところから影響を受けたりとかしていますけど、ただコピーしてるんじゃなくて自分のそのオリジナリティみたいなところっていうのをすごい前に出してる感じがして、そこをなんか見習わなきゃいけないなっていうふうに思いました。自分で作品を作る中でも、うまいことその時代と自分とかっていうものを他の作家さんから得るサンプリングしたりとか、シミュレーションするものっていうものから自分のものをどんどんつけていって自分の表現にしていくっていうことがなんかカウズを見てて参考になるなっていうふうに思いました。あと僕が思ったのは参加型の展示会って今すごくいいなっていうふうに思ってて、参加型の展示会ってどういうものかっていうと、例えば小野洋子さんのこのカタストロフと美術の力っていう小野洋子さんが作った作品なんですけど、これは僕も行ったことあって、水色のチョークっていうものを渡されて、そこでこの好きなものをこういう風に描いたりとかすることができるっていう体験型の作品なんですけど、お客さんっていうものが自分自身で描いたりとか自分で参加するっていうアートっていうのがすごいいいなっていう風に感じてて、あとはレアンドロ・エルリッヒ展って言って、これも森美術館で行われていたもので、本当はこういう風に寝てて別に宙に浮いてるわけではないんですけど、大きな鏡によって写真を撮るとぶら下がってるというか、ビルの部分のところから落ちそうな人間みたいなのを表現できたりとかして、それを写真に撮ってSNS でどんどん拡散が広まったりとかして、森美術館の戦術みたいなところもすごい面白いなって思ってて、レアンドロ・エルリッヒさんはもうなんかすごいそういう参加型の現代アートがすごいたくさんあって面白い作家さんなんですけど、そういう面で森美術館がやっぱりすごいなっていうふうに思ってて、カウズの場合も
自分でこう描いた絵っていうのを BFF が持ってくれる参加型のなんかコンテンツがあったりとか、プリクラみたいな感じで写真を撮って、それでカウズのそのエフェクトがかかるみたいな。アートの形っていうのがどんどん変わってるなと思って、見るだけじゃなくて自分もそのお客さん自身も参加するみたいな感じでアトラクションになってるなっていう感じがして。これもそうですね。カメラで QRL を読み込むことで自分のカメラの中にコンパニオンが見えて、それでコンパニオンと自分を一緒に写ったりとかして、本当はここに存在しないんですけど、カメラの中では写るっていうような、こういうのとかももう確実に写真に撮るので思い出に残るというか、そういうところがなんか面白いなっていうふうに思ってて、今のアートって見るだけじゃなくて考えたりとかするっていうことでの楽しみ方が増えてきているなっていうふうに思いました。なので僕がちょっとこう自分の中にちゃんとその感覚として学んだのは、お客さんをちゃんと巻き込んで一つの作品っていう状態、一つのアトラクションみたいな感じにするっていうのが、なんか頭の片隅に自分を置いといた方がいいなっていう風に思いましたね。あと照明なんですけど、森美術館の照明を僕はすごい注目してて、カウズの綺麗な写真が誰でも撮れるようになってて、それがなんか僕の中で自分がもし展示会をこういう風に作るっていう風になった時に、どういうところに照明を置いたりとか、どういう照明を使うべきかみたいなところってすごい参考になるなっていうふうに思ってて、照明の写真をたくさん撮ってきたんですけど、それで、気づいたのはその森美術館の場合は、照明のタイプとかっていうのがなんか違ったりとかするんですよね。全部同じ照明を使ってるんじゃなくて、この照明は前を、この照明は後ろに置くとか、光にすごいこだわりを持ってるなと思って、これは自分がもし作品を展示するっていう風になった時に、こういう展示の仕方っていうのは学びたいなっていうふうに思ったりしました。なので森美術館を見てやっぱ感じたのは、その作品を作った後にどうやってこの展示をするのかっていうところも自分はなんか力入れていきたいなっていうふうに思いました。はい、ということで、今回そんなカウズについてはそんなに話していないんですけども、来月そのカウズの作品をもっと解説したりとか、カウズの作品をもっと引用して自分らしい作品を作ってまた YouTube に上げて発表しようかなっていうふうに思います。僕が今この場所で学んだのは、自分で作って単にそれをお客さんに見せるっていうやり方以外に、お客さんが自分自身で考えたりとかする、そのマルセル・デュシャンが言ってたようなことであったりとか、そういうことをやっぱり自分の中で意識して作品を作っていきたいなっていうふうに思いました。で、あとはそのサンプリングをするとかシミュレーションするっていうことにおいて、その文脈だけをやっぱり意識して作品を作るっていうことよりも、自分のそのバックグラウンドであったり、自分が何を影響を受けてきたのかってあったりとか、自分が本当は何が好きなのかっていうことであったり、自分のことをもっと探っていって作品にちゃんと表現できる方法っていうのを探していきたいなっていうふうには思いました。はい、こんな感じで作品だったりとか、自分がインスパイアを受けたものっていうのが分かったら、またこういう風に動画にして上げていきたいなっていう風に思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼します。